はい、よろしくどうぞお願いします。今もご挨拶しましたけれどね、私がご挨拶するときに顎を浮かしてますよね。今もそうです。お話しするときに顎を浮かしてますね。さらに今日からこのマイクをつけることになったんで、ますます顎を浮かしてますね。これ何度もご説明してると思うんですけれどね、人間ってね、顎を浮かして生活するものですね。そうすると背骨が伸びてくれて、ね、頸椎が伸びてくれて、それで顎が浮いてるもんだから血液の循環が良くなるんですね。それからこれはね、申し上げてないかもしれない。私はこれから申し上げるようにありがとうありがとうということを皆さんに家族の人にもおいでいただいた人にもしょっちゅう使うんですね。この話をこれからしますけれどもね、そのありがとうの時もそうですね。こうしてありがとうと言わない。なぜかというと、顎を浮かしてないとね、血流が悪くなる。で頭蓋骨というのは実は柔らかいもんですね。柔らかいもんだけれども、その顎をこうして下に持ってってしまうとですね、顎関節がいっぱいあってそれ動かない。何度もお話してますよね。ですから顎を浮かしてるんです。で後頭骨、この位置を変えないんですね。いろんな格好をするけれどもこの位置変えないということでね、今見せてもらったらね、顎がなんか随分たくさん浮いてるんでね、そのお話をしただけです。でいいですか。顎が浮くと、この前お話ししましたよ。頭蓋骨がよく動いてくれるんですよ。そうすると頭蓋骨に必要な栄養とか酸素が供給されて老化現象を起こさない。で私は顎を浮かしてお話しするんです。独り言もそうですね。例えば今日ありがとうという話をしたいんですけども、私が一人でいる時もね、声に出さないでも必ずこの姿勢でありがとうと言うんです。こんな感じなんですね。これ下向いて言うと、年取るよ、老化現象を起こすよと、こういうことですね。ですから私はこれも何度も言ってますね。100になったって好きやってやるぞ。これもいい言葉じゃなかったんですね。100になってもスキーをやっているぞと、こういうことですね。このやってやるぞとやっているぞじゃまた違う。やってやるぞはね、やる気はあるんだけどやるかどうかわかんない。でもね、やってるぞというとやったことになるんですね。ですから私は言葉をとても大事にしている。で皆さんにも散々申し上げてる。また今日も申し上げますのでお願いしますね。この向こうに水稲荷さんお話ししましたね。というお名前のお稲荷さんがあって、この辺りでは有名なお稲荷さんなんですけどね、この話しましたから簡単にいきますよ。はい、お稲荷さん行く時には普通は赤い鳥居がいっぱいあって、その鳥居をくぐるたびにね、過去を水に流して、水稲荷さんだからね、過去を水に流して、また思い出したら水に流して、思い出したらまた水に流してと、もう大変だよね。何言ってるかというとね、多くの人が人生相談、健康相談もそうだけど、皆さん過去にこだわってるんだよね。で過去っていうのは水に流してしまわないと本来の自分自身に会えないと、こういうことですね。ですからお稲荷さんはお名前が祈るっていう、本当は違う意味があるんだと思うんだけど、私はお稲荷さんここにいましたから OKOK って言ってくれますね。祈るという言葉、関西の人間ですからね、お家に帰る時だけ祈ると言います。ですからお稲荷さんっていうのは自分の嫌な過去の体験とか記憶をね、水に流して水に流して水に流してまっさりの自分になったら、自分自身に祈るって変えるという意味ですね。自分自身に変えるということですよ。で私は過去の嫌な体験は全部水に流しちゃってるんで、お稲荷さんありがとうね、ありがとう言いましたね。ありがとう、こういう感じなんですね。ありがとうありがとう。こうやってお祈りさんありがとうとは言わない。大いばりで
ありがとうってこういうわけですね。人間もそうだよね。ありがとうありがとうって言うために生まれてきたんだね。でまたお稲荷さんに行ってね、例の狐ちゃん狐ちゃんおかしいから狐にね会ってきました。はい、向かって右の狐はね巻物加えてました。狐何言ってるかもうご存知ですね。言葉が大事ですよ。巻物って答えが書いてあるの。言葉が書いてあるの。言葉書いてなかったら巻物と言うかもしれないけど価値がない。人生もそうですよね。言葉が大事なんですね。ですから水に流してもそうですね。水に流して言葉で言っちゃう。黙ってね、あれ水に流しましたよ。あれ水黙ってないで言ってますけど、そういうんじゃなくてね、もう大っぴらにね、独り言でいいですから、言葉で水に流した。こういうことですよね。でそのことを苦にしないと本来の自分に出会うと、こういうことですね。それでこの話もしましたね。お稲荷さんのところ行った時にね、瞑想会にいらした方がご質問があった。これ全部瞑想会の話ですから、瞑想会でご質問があってね、なぜお稲荷さんは狛犬さんじゃなくて狐さんなんですかってこう言われたんでね、こういうこと私知らないんですね、知識としては。でも簡単、今もそうだけど狐来ましたね。狐さんに来てもらってお話しすることができるんですけどね、ただその時は水に流して、瞑想中ですから水に流していってまっさらの自分になって、要するに自分自身になりきって、そしたらでちゃんとお稲荷さんの赤い小屋の中に私座ってましたね。白いのを着て、この白いのっていうのもそうですね、色がついてない、要するにまっさらになった、また言いますからね、新品に自分になったと、こういうことですね。ですから白いの今も着てますけど、神主さんの白いのか、私が今着てるこの治療着の白いのかちょっと知らないんですけどね、とにかく白いのを着て座ってましたら、はい、そこに狐さんたちが2人変な言い方ですね、立派な狐さんがね2頭向こう向いて座ってましたよ。もう手は届くところにですね。そして狐に言ったの、こっち向けよ、こう言ったんだね。でもね、狐たちまた2人って言うけど2人にしましょうね。2人とも向こう向いたままね、こっち向いてくれないので、私はねその時の話はこうです。去年の話、こうお尻がね2と大きな白いお尻私に向けてるわけだけど、もうとっても可愛いな、こっちも可愛いなという感じでね、これもすぐ分かった。何かというとね、私たちの心、言葉全部そうだけれども、感情もそうだけれどもね、トップにある情緒っていうんですかね、感情というんですかね、これは実は可愛いななんですね。これはだからもう狐さん可愛いので、ほら私は完璧に癒されちゃったと、こういうことですね。去年までの話で、今年もまだ行ったんですよ。で狐さんに会いに行ったお稲荷さんごめんなさいもちろんお稲荷さんに会いに行ったんだけど、こちらはねもう狐に会うつもりで行った。で狐さんでもう早速見た。はい、向かって左の狐さんは怖い顔してるけれども巻物を加えてた。そこまで話。向かって右側の狐さんね、何加えてるか分かんなかったんで見に行った。これ半分これで行ったんだよね。そしたらねボールみたいの加えてたね。これも多分魂か何かのことを言ってるんだと思う。でもねボール加えてた。やっぱりねボールっていうのはね加えてるね。こんな大きなボールなんでね、加えてるんですね。それで向かって右の狐がねこういった私にね、左が
言葉ですよって言ったよね。その言葉がね一番大事なのもう言っちゃいましたね。ありがとうですよこう言ったんです。あというこういうことですね。ありがとうですよ。でもねキツネこんな大きなボールこうやって顎の間に入れてるんでね、そのね例えばあやか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 こう言ったって分かんないでしょ。でねキツネはね聡明なんだね。頭がいい。だからねもうちょっと難しい言葉で言った。感謝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 って言ったらでもねシャッて言えない口が入りしてるからだからカンカンカンほんでもうすぐ分かった。なんだキツネってコンコンって鳴くんだって言うけどもあれは感謝感謝と言ってるんだな